こんにちは。本日はですね、ケトン代謝と糖代謝における筋肥大期と体脂肪減量期の違いということで、ちょっと長ったらしいですけども、前回のハイブリッド代謝ほどには長くありません。この違いについて本日は紹介したいと思います。まずですね、増量減量の達人といえばボディビルダーや、フィジークアスリートであると言っても間違いではないと思いますが、この体脂肪コントロールのプロたちが皆口を揃えて言うのがですね、カロリーが鍵でありまして、増量期、筋肥大期にはカロリーの過剰摂取ですね、減量期にはカロリーを制限するのが常識となっております。実はケトジェニックダイエットもですね、このカロリーの枠から外れることはありません。ケトでですね、カロリーを過剰に摂取しますと、体重が増えますし、カロリーが少なすぎても、痩せるんですけども、栄養分不足で結局は健康を害してしまうことにつながりますね。一般にですね、ケトジェニックダイエットや糖質制限ダイエットでは、カロリーは気にしなくていいと言われていますけども、その真相としてはですね、糖質を抜くことによって、自然とカロリーが減るわけですね。一種のカロリー制限ダイエットの部類に属するわけです。それでいて正しくダイエットを行う限りですね、きちんと必須栄養素やマイクロ栄養素ですか、ミネラルやビタミン、これらを補給できて健康に痩せられるというのがこのダイエットのいいところであります。カロリーコントロールはケトン代謝も糖代謝も共通事項でありますが、要は三大栄養素ですね。タンパク質、脂質、炭水化物、糖質ですね。このどれに比重を置くかで、分かれ道ができるものであります。まず、フィジークアスリートの例を挙げて、糖代謝の増量期と減量期を紹介しますと、一般的なものとしてですね、常に高タンパク質であって、次に、糖質サイクルを行うものが基本であります。増量期にはですね、高タンパク、高糖質、または適度な糖質ですね。減量期には、常に高タンパク、そして低糖質、この双方を行き来するのが維持期であると。またですね、最近では維持期に IF、インターミテントファスティングっていう、自分は一時的断食と呼んでいるものですが、これを取り入れる人たちがだんだん増えてきているようですね。また、筋肥大と体脂肪減少を同時にすることは可能であるようですけども、これにはかなりの時間、半年とか1年ぐらいかかるということで、結局は、増量期、筋肥大期と、体脂肪減量期を分けて行った方が、より効果が早く現れるということであります。次にですね、ケトン代謝における、増量期と減量期を紹介しますと、ケトンはですね、持久競技にはいいだろうけども、筋肥大には向いていないと、小馬鹿にされていた時期がありますが、現在も続いているかもしれませんが、実は2014年の調査報告によりますと、ケトン代謝、ケトンダイエットでですね、筋肥大は糖代謝、ケトン代謝に違いはなく、ケトン代謝は糖代謝よりも体脂肪を削減できたとの一石二鳥の、調査報告が打ち出されております。これはですね、この調査は26人の筋トレをしている大学生を被験者に、ケトン食は脂質に比重を置きますので、脂質 75%、タンパク質 20%、糖質 5% の食事でありまして、西洋食は糖質 55%、脂質 25%、タンパク質 20% の食事で、これを2つのグループに分けまして、双方とも週3回の筋トレをさせて、調査始めの週と11週間後に骨格筋と体脂肪の数値を測定したものであります。結果はですね、女子肪体重は、女子肪体重っていうのは要は脂肪を除いた体重ですね。文語訳してますが、ケトンは 1.7 から 4.3kg の増量ですね。
糖質は 1.7 から 2.2kg の増量。これ読み方間違っていないと思うんですけれども、とにかく続けます。次に、筋肉量はですね、ケトン 0.25 から 0.4kg の増量。糖質はですね、0.19 から 0.26kg の増量です。そして体脂肪量はですね、ケトンはマイナス 1.2 からマイナス 2.2kg、糖質グループはマイナス 1.5 からマイナス 1.6kg の減量となっております。これは驚きのデータであります。これよりですね、ケトン代謝というのは増量と減量を同時にできると。一石二鳥。美味しい話ですね。ということでですね、次回はですね、糖代謝における筋肉合成とケトン代謝における筋肉合成、これをですね、2回に分けまして、紹介したいと思います。ありがとうございました。